すごい。こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は絶海の孤島にある南大東島の旅を徹底紹介いたします。クレーンでの上陸ばかりが有名になりがちな南大東島、実は唯一無二の絶景グルメ、人の優しさなど人生最高の魅力あふれる島だったことが分かりました。まさにこの島こそが一生に一度は行くべき島です。最後まで見ればその理由が分かります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。沖縄本島から東へ約360キロ離れた大東ブルーと言われる琥珀の海に囲まれた南大東島と北大東島、沖縄の最後の秘境とも言われ、離島好きなら一度は訪れたい憧れの島。壮大な大自然と神秘を感じられる南大東島は人口約1300人弱、沖縄県内では6番目に大きな島。北大東島との距離は約 8km、 ニューギニア付近から約4800万年かけて 3200km 移動し、現在も沖縄本島へ向かって年間約5センチから7センチの移動を続けています。約120年前に八丈島からの移民によって島を開拓。関東の文化と沖縄の文化が混ざっており、沖縄の中でも独特の文化が受け継がれています。他の大陸とつながったことがないため、希少な固有種が多く、大自然の宝庫でもあります。断崖絶壁に囲まれているため、ビーチ、砂浜はありませんが、神秘的な鍾乳洞が見れる星野洞、バリバリ岩などの大地の割れ目体験、海では釣り、そして縄切りや大東寿司、大東そばなどのグルメも至高です。南大東島へは飛行機は JAL 系の琉球エアコミューターで那覇空港から約1時間5分、フェリーだと沖縄本島泊港から約15時間かかり、人や荷物はクレーンで吊り下げて乗せる乗船作業もあります。約8キロ離れた北大東島と南大東島は日本一短い定期便フライトを体験できます。 JAL 沖縄離島ホームページもチェックしてみてください。はい、おはようございます。旅は自己投資ということでね、私は今関西国際空港に来ております。で、今日はね11月29日ということでね、大寒波が来てて、僕家出る時ね 1.5 度とかやったんですよ。めちゃくちゃ寒いんですけど、そういう時はねやっぱ温泉とか行きたいと思うんですけど、ここはねあえてね離島に行くのがいいんですよ。大人の穴場旅行としてはこんな時期にこそ離島に行くっていうことをお勧めしておりまして、今日からね北大東島、南大東島というね島に行きたいと思います。もう名前聞いたこともないっていう人もいっぱいいると思うんですけど、いやここがねまた面白い島になってそうなんで、今日から行きたいと思います。今日も JTA さんのね日本トランスオーシャン航空さんお世話になりまして向かいたいと思います。でこのフライトもね日本最短フライトみたいなのも乗りますんで、それも楽しみですね。いやそういうね人が集まりにくい場所で旅するっていうのがやっぱいいっすよね。温泉とかでねもうめちゃくちゃ一般の人が入ってる温泉入るのちょっと嫌じゃないですか。こういう時に閑散期の離島行くのが僕はおすすめです。みんなの逆を行きましょう。はい、というわけでターミナル1にやってまいりました。ここからですねチェックインして早速プライオリティバスでボデジュ食べたいと思います。はい、今回も日本トランスオーシャン航空さんにお世話になりたいと思います。はい、僕は JGC 会員なんで JAL のチェックインカウンターでこの優先搭乗したいと思います。優先手続きですね。沖縄経由で南大東島に今日は向かいたいと思います。今日は南大東島に宿泊になります。はい、この優先レーンから行きますね。さあそれではお楽しみのボテジュ行きたいと思います。もうこれ定番になってますね。今7時24分なんでまだ40分ぐらい時間あります。でプライオリティバスとかダイナースクラブとかね使います。はい、何にしようかな。今日もね着いたら運転がありますのでノンアルコールでいきたいと思います。このサラダととんぺい焼きと枝豆スムージーのプレーンですね。健康セットで3322円、ちょうど3400円以内ですね。うまそうなサラダと枝豆、そしてスムージーになりますね。とんぺい焼きも来ました。これは美味しいですね。朝から元気が出ます。さあいよいよ登場になりますね。ワクワクします。
さあまずは那覇までね向かいます。いや寒いですけど何度ぐらい違うんですかね。ジンベエザメジェットですね。ジンベエジェットっていうんですか。お見送りしてくれてなんか嬉しいですね。こういう一つ一つがいいですね。JAL 系の機材はね、安定のドリンクサービスもありますので嬉しいですよね。いやー、那覇空港にね到着する瞬間のこの海の青さが最高ですね。関西国際空港から那覇空港までは約2時間15分で到着になります。ありがとうございました。さあ到着しましたね。めっちゃ晴れてます。メンソーレということで沖縄にやってまいりましたね。沖縄空港はめっちゃ人多いですね。乗り継ぎなんでラウンジで過ごしたいと思います。飲みたいけど我慢やな。シーカーサージュースでも飲むか。はい、南大東行きはこの28番搭乗口ですね。与那国島に行く時もここからでしたね。でこちら側にもラウンジがあるんでこちらで仕事をしててもよかったですけど、南大東書いてますね。それで行きたいと思います。バスで行く感じなんですね。さあこれに乗っていくことになります。プロペラ機やっぱいいですね。バス一番後ろに乗ってたんで最後に乗ることになります。皆様おじゃりやです。今日も琉球やコミューターをご利用くださいましてありがとうございます。まずはじめに大東島の代表的な島口までご挨拶させていただきました。それでは琉球エアコミューターでの空の便に皆様ご予約リードいただきください。那覇空港をねこの角度から見ると綺麗ですね。この那覇から南大東までの航路だから見れる景色らしいですよ。ドリンクは沖縄バヤリースのシーカーサーをいただきました。これもうまいんですよね。そろそろうっすらと南大東島が見えてきましたね。だんだん近づいてまいりましたよ。ブロッケン現象もちょっと見えました。那覇空港から南大東空港までは約1時間で到着になります。いやー到着しました。南大東空港初めてですね。なんか円形になってちょっと可愛い感じですね。
でもなんかああいうちょっとハゲた感じがね離島らしくてめっちゃいいっす。いきなり北大東島行きの乗り継ぎなんかもあるんですね。明日行きます。荷物の受け取りはもうこの空港内でやるんですね。ちょっと違いますね。普通だったら荷物受け取ってからなんか戻れないところに出ると思うんですけど、じゃあよろしくお願いします。ゲットムーンピーチさん。はい、そうです。はい、レンタカーと宿を今回お借りしました。はい、お願いします。お願いします。なんとこの島の売りであるね、フェリーのクレーンで乗せるところがもしかしたら見れるかもしれないんで、あったがやっぱいいっすね。すいません、じゃあお車こちらでお願いします。はい、ありがとうございます。それではね、早速観光行きたいと思います。一番最初にね、メインどころのフェリーにね、クレーンで荷物をこう積み下ろさないといけないみたいなね。飛行機をね着陸するときにちょっと見えたんですけど、この島って基本的に断崖絶壁の島なんですよ。で、フェリーとか船がこうつけるようなこう港みたいなのがないんですよ。そのままでは上陸できないんですよ。で、日本にねそういう島って割とちょいちょいあるんですけど、珍しいですよね。でその一番珍しいものをこう見に行くと、大人なんでね飛行機でサクッと行って、そのままの流れでフェリーも見ると。もちろんフェリー興味ある人はフェリー乗っていただいてもいいと思うんですけど、いやクレーンでねこう荷物だけじゃなく人もねクレーンで体験できたらいいけどね、それはできるんかな。いやしかし快晴っすね。ちょっと天気ね心配してたんですけど、何の心配することもなかった。僕は晴れ男でした。いや木もいいっすね。なんか島感ある。やっぱサトウキビもあるし、で僕今日家ね出た時は 1.5 度しか気温なくてめちゃくちゃ寒かったっすよ。もうコートいるやんみたいなね状態だったんですけど、もう半袖ですよ。暑い。しかも窓開けてますからね。いやー気持ちいい。いやこれこそね秋冬にやっぱ離島に行く魅力ですよ。なんか海泳げへんとか思ってると思うんですけど、そんなことない。もうこの気温を体感できるだけでも、しかも閑散期ですからね、人がそんなに多くない中でこの気温を体験できるだけでめっちゃいい。で夏行くと離島ってめちゃくちゃ暑いじゃないですか。もう逆にしんどいぐらい暑いんですけど、この時期に行くとちょうどいいんですよ。暑すぎない。運動したら汗ばむかなぐらいの程度なんでめっちゃいいっす。なんで行かないの？いや教えたくない。いやでもこっそり教えたい。そういうところですね。冬に離島おすすめです。みんなと違うところ行っちゃいましょう。いやーでもほんとすごいっすね。この島って確か100年ぐらいしか多分歴史ないんですよ。100年ぐらい前に人間が住み出して、そっからなんですけど、それでこんだけねちゃんと道路もできて車もねあってってすごくないですか。人間すごい。いやもう船のこととかはね本当に分かんないんで、やっぱ現地の人に聞くのが一番ですね。僕も今回宿とこのレンタカーお世話になってるゲットムーンピーチの、方に船って見れないですかって聞いて、今からやったら見れるかもって言ったら、もうね島の人にすぐこう電話してくれて、今大丈夫だよみたいな感じで、そういうのってね島の人に頼るのが一番ですね。さあフェリーを見るために西港にやってまいりました。楽しみですね。おお港に来た。クレーンやってる。すげえ。これはすごい。おおすげえ。これが噂の、おおすごい、クレーンで車が運ばれてる。いやーこの海とかめちゃくちゃ美しいですね。でもやっぱ波がねすごいんですよね。だからやっぱこう船から陸にこう橋が渡せないと、橋渡しててもグラングランになってこう渡れないから、こうクレーンでね渡してるということで、もう船見たら分かりますよね。グラングランになってる。もう通称やっぱゲロ船って言われたりしてるらしくて、おお車がすげえ。おお
車がクレーンで積み下ろしされてるね。すごいですね。まあちょっとね、あと2、30分したら人の積み下ろしとかもやるらしくて、フェリーまだまだ時間かかりそうなんで、ちょっとこの辺ね散策してみたいと思います。この辺もねちょっと面白いらしいんですよ。さあ上がってきて、なんか崖みたいのがあるんですけど、あれはねもう今は使われてないですけど、ボイラーがあったらしいんですよ、あそこに。でこのボイラーで何をしてたかっていうと、こう荷物をこう積み下ろしたやつをそのトロッコみたいなに乗せて運んでたらしいんですよね。その時に使われてたなんかボイラーの跡地になってるみたいですね。面白いですね。すごいっすよね。詳しく調べてみると1900年ですね。1900年にどこだったか、小笠原諸島の人がここを発見したんですね。で住み出したんですよ。なので沖縄でありながら沖縄の文化じゃないんですね。どちらかというと東京小笠原の文化になってると。だからお墓なんかも沖縄のお墓じゃなくて本土のお墓になってたりとか、地蔵とかもね沖縄にはそういう文化ないんですけど地蔵があったり、なんかそういう面白い感じになってるんです。ここは公園ですね。南大東小学校109期卒業生で、ちょうど今123年あるから、もうだいぶ小学校できてから経ってるってことですね。そこから110期生とかもあるから、今何期生なんやろ。瓦屋根建築について、瓦屋根建築は経済や生活が安定したことから美観的追求を行うゆとりができたため1995年頃建築された。なるほどな、なるほど。ここから見ても面白いですね。船がやっぱものすごい揺れてるな。あれは普通にはやっぱ降りれんわ。もう車でね普通に荷物を下ろしたりできるから、もうこのボイラーはいらなくなったんでしょうね。なんかすごい、着払いのお客様へ料金をお支払いの上貨物をお受け取りくださいって、ここが貨物のなんか受け渡し場所とかになってるんですかね。すごいな。これ入れないけど、もうちょっと廃墟みたいになってるな。すごい。これも歴史的なものなんですね。この歴史の浅いこの島においても歴史的なものになってると。あそこがもう村役場なのよ。多分役場って書いてるな。漁湾業務課みたいな感じですね。この西地区はこうなってるんですね。今ここでさっきここにボイラーの跡がありました。こっから積み下ろしてこうあって、ここら辺に今多分駐車したんだと思います。でここであれですね、船がクレーンで積み下ろししているという感じですね。防潮壁っていうんですかね、潮を防ぐ壁がこうやっぱあるんですね。面白いですね。なんか釣りをしてる人がいるらへんに結構ウミガメが出るみたいな話も聞いたんで、そこもちょっと行ってみようかな。いやしかし暑っ。釣りしてる人がいますね。ここに来たら本当は釣りをした方がいいんでしょうけどね。うわ青が綺麗やな。すごいな。ああやってのんびり、釣りをするような生活もしてみたいですね。すごい。このなんかちょっと降りれるようにはなってますけど、ちょっと怖いなここ。じゃなんかこの辺ウミガメがよく見えるって聞いたんですけど、最近見ないんですか。よく釣れるんですか。あまりですか。最近はあまりウミガメも見えなくなってるみたいですね。季節的なもんなのかな。いやでも美しいな海が。でも魚いるな。ちょっと探してみよう。なんかすげえ青いのが見えるな。あそこのブルーとかも美しいですね。ただここはねちょっと波強いんで泳いだりはできない場所ですからね。魚はでもいるな。魚は見える。カメはちょっと見えないな。いやちょっとね僕いろいろとさっき歩きながら嘘ついてました。小笠原諸島の人が開拓したみたいなことを言ったんですけど、1900年に八丈島の方が開拓をしたと。この島はねもう完全にサンゴが隆起した島へですね。現地では外部の環状地を巻く、高台部分を巻く上、中央の低地部分を巻く下と読んでると。で典型的なねこう隆起している島ということで、地形学で説明に使われるような島らしいです。すごいすごい。なんか離れていってる。やっぱ波が強いんですかね。うわグラグラなってる。ここはねもう本当に陸の孤島というにふさわしい場所でですね、北大東島と南大東島がもう完全に離れちゃってる島で、もうこの海もですね2キロぐらいちょっと行ったらもう1000メートルぐらいの深さになるみたいで、すごいっすよね。そんなところにこうやってサンゴが隆起して島ができるって、なんかロマンがあるというかね、
すごいっすね、自然って。2007年には大東隆起環礁っていうのかなとして日本の地質100選に選定され、現在もね年7センチほど北に移動していると。北ってこっち側かな、こっち側に移動しており、島の北部ですね、明日行こうと思ってるんですけど、バリバリ岩っていうところがその移動したことによってその岩に裂け目ができた場所ということで、これもね幻想的ですね。あとちょっと気になる気温ですね。気温なんですけども、基本的にあったかいです。最高気温なんかは、夏は35度とかになりますけど、1月が一番寒くて26度まで上がると全然寒くないって思うんですけど、注意しないといけないのが、平均気温こそ20度以上なんですよ。もうどの季節もね、7月8月9月は30度超えますけど、ただ最低気温はね、まさかの1月は 3.5 度ってなるんですよ。でなんでかっていうと、これ結構ねサンゴが隆起してなんか山がそんなないんですよね。結構平地なんですよ。盆地って言ったらいいんですかね。だから放射性冷却みたいなが発生して、結構寒くなる時はある。晴れた日は寒くなると。だからもしかしたら今日の夜めっちゃ寒くなる可能性があります。それだけ注意ですね。でも昼間はめっちゃ暑いですよ。今もめっちゃ暖かいし、紫外線が逆に強いぐらいなんで、いや面白いですね。運ばれてる。おお、すごい人が運ばれてます。あれ見たかった。すごい人間が運ばれていきましたね。最初から取り逃したな。すごいな、ああいうゴンドラに乗るんですね。ここにお墓ありますけど、本土と同じお墓ですね。上陸記念碑になってますね。明治35年と書いてますね。1900年ですね。これが地蔵ですね。地蔵も沖縄の文化ではないんですね。いやー、ちょっとね衝撃のねフェリーのクレーンでの積み下ろし見てたらですね、もう3時52分になってしまいまして、僕ランチとかお昼ご飯食べてないんですよね。朝ポテチ食べましたけど、それ以来ちょっと食べてなくて、この時間やってないと思うんですけどね。でもちょっとダメ元でね行こうかなと思ってたランチの場所行きたいと思います。いやー、ランチとねそのフェリーの積み下ろしどっちが大事かなってすごい天秤にかけたんですけど、やっぱフェリーってこう1週間に1回しか来ないっていうことでめちゃくちゃラッキーだったんですよ。今日たまたま来てたんで、ね、それを見ることができた。それはもうこっち優先するしかないだろう。で奇跡を信じて、もしかしたら空いてるかもしれない。期待しましょう。行ってきます。はい、ちょっと集落行く前にすぐ近くにビーチがあったんで、そこだけ見ておきたいと思います。まさかこんな断崖絶壁のところにビーチがあるんかなと思うんですけど、サンゴが隆起したところって機械島とかもそうですし、与論島とかもそうですからね、綺麗なビーチあるんだろうと思うんですけど、ただここは断崖絶壁なんかなと思いますね。すごい。ここに止めたらよかったんや。ここ止めたらよかった。全然関係ないとこ止めてしまった。おお、夕日もなんか今日は良さそうやな。うわ、すごい。うわうわうわ、これもまた迫力あっていいな。いや、こんなね本州ではもう真冬の状態になってきてるのに、こんなに海を感じられるっていうのがいいっすね。うわー、ちゃんと人間がこうやって作り出して、おお、綺麗綺麗やん。ここすごい。ちょっと泳ぐところではないと思うんですけどね。どうなんですか、ここ泳ぐんかな。めっちゃ綺麗。美しいな。サンゴっすもんね。綺麗、めっちゃ綺麗。うわー、波が激しい。うわわわ、あそことかもうすごいな。バッシャンバッシャンなってる。おー、波の音がなかなか。おおほほほ。荒々しさにも美しさもあり、不思議な感じですね。いや、ほんとなんかこう断崖絶壁みたいな感じ。いやー、初めて見たな、こんな感じのね。こんなところにちょっとなんかこう泳げるスペースとかがあったりするんかな。おお、危ね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 。普通に歩いたらめっちゃ滑る。危ね、危なかった。
とんでもない映像を撮れたと同時に骨折するところでした。気をつけないといけない。ぬるっときた。うわ美しいな。うわあ、この中にもちょっと魚いるな。あ、いやいやいや、すげえな。クレーン見えてますね。積み下ろしまでやってますね。いや、これはこれでちょっと見応えありますね。なんか穏やかなね、その白い砂のビーチもいいですよ。でもこれはこれでまた自然を感じられていいですね。わあ、よくここに上陸しようと思ったな。すごいわね。我々のご先祖様は本当にたくましい。今もしこういう島をね、僕たちたまたま発見して、よし上陸しようぜみたいな感じで言う人っていますかね。いないんじゃないですかね。そんなご先祖様ね、我々のご先輩方のね、勇姿ね、たくましさを、そんなことも知れるんですね。この南大東島はまさに旅は自己投資ですね。叫んでも大丈夫、ね、それが離島の魅力です、ね、東京のど真ん中で叫べますか。中にもちょっと魚いるな。いや、ここ調べてみたらね、やっぱここで泳ぐみたいですね。ここで泳げるようになる時があるみたいです。プールみたいになってるみたいですね、あそこが。ちょうど今僕は滑って行けませんでしたけども、あの辺りが泳げるプールになってるみたいですね。面白いですね。自然のプールですよ。なんと人間はたくましいんや。それではね、集落の方に行きましょう。はい、この辺もちょっと集落になってきましたね。右手には運動場がありますね。土の運動場がありますね。そして目の前には郵便局がありますね。これが郵便局ですね。ですぐ右にこれ役場っすかね。役場っぽいな。これ役場ですね。南大東村役場。教育立村宣言の村って書いてますね。なんかちょっと与論島っぽい感じの雰囲気ですね。ああ、この辺も集落ですね。大東そば一期一会閉まってますね。無念です。はい、今日宿泊させていただく部屋はこんな感じ。結構綺麗ですね。十分ですね。はい、ちゃんとテレビもあるし、冷蔵庫もあるし、はい、ケトルとかもあるし、ね、しかも Wi-Fi もあるんですよ。そんなめちゃくちゃ早いわけじゃないですけど、一応あります。でもちろんエアコンもあって、ハンガーもあります。離島としては十分ですね。で、シャワーとかはここが共用になってるんですね。はい、こうやって共用で使うことができますね。でトイレも共用です。でこのように洗濯もできると最高ですね。ちょっとした料理ができるようになってるみたいな感じですね。はい、朝食券ももらいました。朝食券でこの近くのスーパー南っていうところで朝食を買ってくれということです。斬新ですね。さあ、宿のチェックインも終わって、ちょっとこの辺散策してみましょう。でも夕日の時間もあるんでね、ちょっと15分ぐらいだけ散策してまた戻ってきたいと思います。今日の、ね、飲み歩き場所とかもちょっと探しましょうかね。いやー、今日はね、昼食べ損ねたんで、もう夜たっぷり食べたいと思います。あれですかね、スーパー南ね、あそこで明日の朝食買いたいと思います。でこっち側にこれですね、割烹喜作
そこも行きたいんですけど、なんかねここちょっと今はやってないみたいな噂も聞いたんで、大東寿司っていうのをね食べたいんでね。スナックよしみ、いろいろね店が多いんですよ、島の規模の割に。ここも行きたいと思ってます。この六さん、この後で行きたい。中ほど商店、これちょっと気になるな。あ、ここにまだあがり島っていうお店もありますね。ちょっと先こっち行こう。すごいですね、結構なんか飲み歩きだけでも面白い島な気がするな。人口1000人ぐらいじゃなかったっけ。今1300人ぐらいですね。多良間島よりちょっと多いぐらいか。あかりっていう、結構ねスナックとか多いな。なんかウェーブで若いこの店っぽいところありますね。スナックレナとかスナック多いな。スロットマシン、マジでスロットとかあるの。ほんまにちょっとなんか与論島に似てるな。与論島もこれぐらいのものがありますけど、人口の規模感から言うと与論島の方がね5000人ぐらいいるんで、ビリヤードまであるじゃないですか。マジっすか。半端ないな。南大東島何なんですかね。男の人の遊びが多いかな。男の人が多いんですかね。スズメの学校、カラオケハウス。多良間島とかカラオケ1つしかなかったのにね、居酒屋も2つしかなかった。もともと3つあったみたいですけどね。いや全然多いやんこっちの方が。飲み歩きできるやん、はしごもできる。これは楽しみやな。夜が今回ねちょっと変則的な感じで、南大東島に今日一泊して明日北大東島に移動します。そして北大東島一泊してまた南大東島に帰ってくるっていう変なスケジュールなんですけど、南大東島を2日間楽しめるみたいな感じですね。お店が結構連なってますけど、徒歩ですぐ終わっちゃう範囲って感じでしたね。ラピスっていうとことか、スナックジャンジャン、こっちちょっと行ってみよう。この中ほど商店ちょっと気になったんですよね。ここ宿の方が結構レアなものをいっぱい置いてて面白いっていう聞いたんで、ちょっと行ってみたいと思います。いやなんかねこうベンチもいいじゃないですか。そして灰皿もあるっていうね。夕方5時半から、9時まで。今空いてないってこと？今空いてないって、閉まってるやん。入りたかったのに5時半からやって夜やってるんやな。いや本当にここってなんか夜の街なんですかね。ね、いっぱい飲みに行って最後ここで買って宿で飲むみたいな、そういうスタイルなのかな。いやー、この営業中ってなってるけど全然空いてそうな感じじゃないですけどね。営業してなさそうですけどね。全く音しないですけど。いやいいな。いや本当に5分ぐらいで歩けちゃいましたね。もう反対側スーパー南の方向にも歩いてみましょう。結構ね僕小声で喋ってるけど割と響き渡るみたいな、それぐらい静かな街ですね。村ですね。これ予約しとこうかな。このロックさん、ここ行きたいな。すいません、6時過ぎから1人って予約とかできますか？もうちょっと遅い方がいいですか？わかりました。僕 YouTuber してて、他のお客さん取らないですけど、ご飯とか取ってもいいですか？いいです。8時ぐらいですね。じゃあ7時ぐらいこじきで、6時からお客さんみんな来る。20名ぐらい。はいはいはい。わかる。ちょっと7時とか顔出します。はい。何軒か行きたいと思ってるんで。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、来ます。もちろん来ます。貸し切りらしいんですよ、6時から。で、と思ったら YouTube 撮りたいんですって言ったら、いや7時ぐらいにちょっと顔出してよみたいな感じ。むしろ歓迎な感じでしたね。なんかドラマが生まれそうな予感しますね。こっち側もちょっと歩いてみよう。スーパー南、いいっすね。あっちもなんかもう待ってる人がいる。ちょうちんっていうお店ですね。ちょっと見てみよう。ここも評価高いですね。こんにちは。夕日をちょっと撮影してから来たいと思ってるんですけど、空いてます？5時からちょっと夕日だけ見てきてから。4時？いや夕日サンセット、夕日だけ今からちょっと見てきて。夕日？はいはい、夕日。はい、すいません。それから来てもいいですか？後で行きたいと思います。なかなか夕日が通じんかった。なんでやろう。発音が違うのかな。
ここも行きたかったな。ここも5時半から開いてるんや、居酒屋として。ケンチャンストア、ここは油脂豆腐ありますとか、ここカード使えるじゃないですか。ちょっと帰ろうかな。島のストアって感じでいろいろありますね。ちゃんとこうやってお酒とかも売ってる。炭酸水とか買っとこうかな。いや、いろいろ買いました。炭酸水と他飲み物1つとサーターアンダギーがね350円ぐらいで6個入り売ってたんで、結構安いんじゃないかな。カード決済できたんでめっちゃ良かったです。ありがたいですね。ちょっとね現金あんま持ってきてないからちょっとビビってたんですけど、よかった。今日の宿とレンタカーもねカード決済させてもらえるということでありがたいです。この大東そばも人気やな。なんか結構みんな買いに行ってる気がする。なんかテイクアウトみたいな感じですね。みんなテイクアウトでなんか買ってる感じがする。この民謡ライブってとこもちょっと気になるな。行きたいとこ結構あるな。それでは夕日見に行きましょうかね。ここにちょっと案内図があるんで案内図だけ見とこう。現在地があって、宿はじゃあこっちになるのかな、でここさっきずっと歩いたとこですね。中ほど商店ね、閉まってたとことかいろいろ書いてますね。でケンちゃんストアさっき行って、この辺ですね。この辺だけが栄えてるみたいですね。もうこの辺で飲んでたら間違いないって感じですね。でちょっと離れたところになんかお菓子の松田とかガソリンスタンドとかその辺があるっぽいですね。公園行かないと道間違えた。すげえ夕日や。急げもう夕日出てるぞ。うおーめっちゃいい夕日やん。やべはい、雲に隠れる。急げ。どっちに行ったらいいのこれ。急げ出てる。ここっぽいね。ちょうど沈んでしまう。おい夕日間に合うんか。さっきまでめっちゃいい感じで出てたのに、なんと最後の最後で雲に隠れてしまいましたね。ちょうど港にたどり着いたぐらいが最高の夕日でした。やはりなんでもねタイミングっていうのがあるんですね。そのタイミングを逃してしまったらベストなものは取れない。でもそれを取ろうとした、失敗を恐れずチャレンジしたっていうことが大事なんですね。そんなことも教えてくれるんですね。この南大東島の旅は一瞬だけでも撮れてよかった。車の中からやけどな。素晴らしい夕日よ。この夕日の広場にもう僕しかいません。いや集落からねもう本当に10分かからないぐらいでこの夕日を見るスポットにも行けてね、なんかこっから見る海はすごい穏やかに見えますね。あんな荒々しかった海がまるで別物かのような静かに感じます。はい、それではね飲み歩き行きたいと思います。ちょっと予定より遅れてしまいました。6時ぐらいからもう1軒行こうと思ったら6時24分ですね。もうだから2軒目に7時みたいな話してたんですけど、2軒目7時半ぐらいになりそうやな、早くても。
島時間ということで大丈夫でしょう。あ、なんかもうキラキラしてる。よっしゃー、南大東島の夜に繰り出すぞ。めっちゃキラキラしてる。あそこ何ストアじゃなかったっけ？南ストアがなんかめっちゃキラキラしてる。普通にお店や。あ、ここですね、提灯。ここ行きたいと思います。さあ、いよいよ1軒目でございます。楽しみだな。なんかいろいろありますね。南大東産海の幸、この辺行きましょうか。すいません、何がおすすめなんですか？今テレビで与那国島のことやってますね。しばらく置いてたら泡が。いただきます。今日我慢してたし、ご飯もね今日食べてないんでうめえ。繁盛しますね。どんどんお客さんが入ってくる。うまっ。あ、ラム酒コルコルっていうのも書いてるな。なんかここの島のラムみたいですね。これがラム酒ですね。コルコル。この辺の島、南大東島のサトウキビがラム酒になったっていうことですね。今いろいろ撮影してる間にね、ちょっと隣の人に話しかけられまして、飛行機もね一緒やったということでいいカメラ使ってますね。ありがとうございます。またこうやってね視聴者さんが増えていきます。じゃあ一番売りの奈良切りのバター焼きでしょう。大傑さんは切り結構でかいですね。います。油がすごい。うわー、なんていうんやろう、本当に油がすごい乗ってるって感じ。すごい口の中まとわりつくようなうまさがありますね。うまい。ホタテウニ焼き、いただきます。さっきイカの天ぷら、いや結構ボリュームあるな。2軒目行く予定やのにな。大丈夫か？ダイエット中なんやけどな。大丈夫？それは無理。いただきます。やばい、お酒切らした。すいません、コルコル緑のソーダ割りでコルコル飲んでみます。ラム酒。週間予報とかやってますけど、大東島も最高気温24度で最低気温19度とかあったかいっすね。コルコル緑来ましたね。これですね。よし、コルコル緑。すっきり。青森もいいけどこれもうまいな。めっちゃすっきりする。撮影してきたの？はい、撮影してきました。いい男撮らないの？いい男は撮らんの？どこですか？撮らないの？なんかいい男は。あ、撮影どこですか？撮っていいんやったら撮りたいですけどね。作ってるところもね。このお店は大東寿司は食べれへんのかな。やべえ、この店だけで満足しそうや。ボリュームが素晴らしい。そう、今からね2軒目行きたいと思うんですけど、さっき1軒目で出会った人がですね、なんと YouTuber の方でしてね、旅 YouTuber ではないんですよ。バイク YouTuber らしいんですけど、2軒目一緒に行きましょうよって言って、今お金取ってきますとかって今お金取り戻ってるところを待ってます。いやー、めちゃくちゃきらびやかですね。これが人口1000人程度の島とは思えないぐらい。ここ行きます。1軒目がね本当に美味しかったので、この2軒目も楽しみですね。ある？
試しに大東寿司頼みました。琉球スタイルなら青森のコーヒー、青森のコーヒー割り久米線ってじゃあこれって久米島のやつ。あ、久米島をそのうち撮りたいと思ってるんですよ。マジっすか。めちゃくちゃ回ってるじゃないですか。僕より旅 YouTuber じゃないですか。青森のコーヒー割り僕知りませんでした。これが常識らしいです。いきますこれです。ああ、面白い YouTuber と出会いました。 T シャツラスベガスなんですこれラスベガスの T シャツでなんか似てませんこれ。グランドセフトオートそう、島の人っていうのはなんか遊びに行くって言ったらどこになるんですか？那覇とかまで行くんですか？那覇まで行く人は行くんですけど、僕は食とか大好きだから、なかなか行かないです。ほとんどここにいるみたいな感じ。どっちかってこっち酒飲んでるからやっぱこっちは仕事はもういっぱいあるんですか？もうある程度から農業関係は今少ないんですけど、農家の方は一緒だ。農家いっぱいあるんですか？サトウキビとか。そうそう、今から生産時期になる。例年の4月までがそして年中仕事はちゃんとあるみたいな。あります。なんか島の人ってなんかみんなそんな感じですね。なんか結構国が結構仕事作ってくれてるみたいな。これもありますけど、起きる人になかったり、そんな仕事があったり。だって120年の歴史の島でずっとここにいるってすごいですね。開拓者かもしれないです。冬の離島ってみんな選択肢ないから。でも良くないですか？こちらまだ1月まではこの格好です。だけど2月3月から急激に寒い。あ、2月3月は寒いんですか？そうそう、風が。明日バリバリは行くんですか？僕はバリバリはと推しのもう行ったんですか？いや明日行こうと思って。僕も明日行こうと思って。なんかめっちゃ滑るらしいんですよ。サンダル。いや、サンダルダメだと思いますよ。サンダルやばいっすよね。大丈夫ですよ。本当ですか？人工階段があるから。整備されてるから整備はされてないけど、人工的な階段があるから。なんかめっちゃ滑るらしいですよ。いや、だから僕手袋とか買っとこうかなと思って。その捕まるように。塩谷海岸に比べたら。あ、そうなんですか。塩谷海岸より滑るって聞いたんですけどね。どの情報が本物なんですか？ありがとうございます。で来ました。東大東寿司。右側がマグロで左がサワラ。最近ちょっと海がしけてたんでなかなか取れないらしいですけどね。ちょっとサワラが少なめらしいですけど、うまそう。マグロ大東寿司いただきます。わさびも効いててうまっ。普通の寿司よりうまいんちゃうか。おいしい。おいしい。うまいですね。わさびが絶妙に効いててうまいですね。食べてください。はい。いただきます。なかなかこれサービスでいただいたサバ。これは毎日食べれるな。なんかこの大東寿司っていうのは日持ちをさせれる寿司みたいな感じで、この漬けがメインで寿司を作ったんですよ。思った以上に僕的に優しい味でしたわ。いや、ある意味ちょっと寿司よりも美味しい部分もあるかもしれない。新鮮さでいうとね、なかなか食べれない。いや、それは名物になるだけありますね。那覇空港で食べたやつより那覇空港でも食べれるんですか？売ってるんですよ。やっぱ違う。やっぱ本場は違いますよ。那覇でも食べれるらしいですけど、全然違うと。大東来た方がいいですね。大東来て食べないといけない。もうこれ食べるためだけに大東島来るのありです。間違いない。じゃあ知ってますか？旅。そう。知ってました？ありがとうございます。知ってたんですか？いや、たまに見るんですよ。あ、本当ですか？はい。ありがとうございます。いやー、大東寿司のね
美味しさにすごく衝撃を受けましたが、まだ次行きたいと思います。さあ次の店に行く前にですね、まだオープンしてなかった中ほど商店というところに立ち寄ってみました。ちょっとねこの間ずっとカメラをねスローで撮ってたんで音が入ってないのでアフレコで表現します。いや本当にねなんかいろいろと商品が売ってても普通に街中と変わらないですね。ただちょっと変わってたところは島バナナをねレジのところに置いてて、それを無料でもらえるというすごい仕組みがありました。そして懐かしい電話もありましたね。沖縄産の米なんかも売ってましたよ。ビールは揃ってますね。でこの金ちゃんヌードルがね沖縄ではめちゃくちゃ売れてるらしいですね。さっきもらったバナナねいただきたいと思うんですけど、まさかスロット屋がなんかめっちゃ賑やかなんですよ。今やってんのみたいな、なんか設定とかしてるんですかね。ちょっと僕あんま詳しくないですけど、ちょっとバナナいただきます。おうまっ、いや普通のバナナに比べるとやっぱ島バナナってすごいなんか上品な味ですよね。思えば僕もねこの島旅は島バナナから始まったんですよ。実は全然離島行ったことがない時にたまたま東京で与論島がねいろんなこう観光のフェスみたいななんかやっててイベントみたいな、そこで与論島の人に島バナナもらったんですよ。翌日ねシドニーに行く予定やったのに島バナナを持って帰ると。でもその島バナナはまだ全然食べれない状態やって食べれなかったのを覚えてるんですよ。持っていけないんでねオーストラリアに。そしたら申し訳なかったって言ってなんかいろいろ与論島のものを送ってくださったってことはきっかけで与論島に行ったことはきっかけで離島に行き出したというね、そういうことを思い出させてくれますね。ちょっと世論に似てますからね、なんとなく雰囲気が。この南大東スロットがあるとことかも世論もありますからね。絶対に当たらないスロットが。もう今日は終わりみたいな雰囲気ですが終わりませんよ。ちょっとこの63の隣のジャンジャンなんか盛り上がってそうなので、ちょっとここ吸い込まれるようにねちょっとここ行ってみたいと思います。その後ねちょっと星空撮りたいと思うんですけど、星空を見えるスポットまでちょっと送ってくれる人を探したいと思います。あれおかしいないや今回一緒これでちょうちんのマスターがまさかの飲んでたお仕事終わったんですかまだやってるんじゃないですか抜けてきたんですかはいはいいましたねちょうちん24、5年やってるんですよ。今お年はいくつなんですか？ちょっと数えな分からん。おいお前じゃねえんだよ何言うてんだよ80まであと78歳いやすごいっすよ。78でここまでね毎晩商売されてスナック行ってこんなお前こういうこの人こういうの写真撮ってくれよ。いやもうかっこいいっすよ。もう生き様がかっこいいっす。誰ですか？わからない。偉い人。誰か偉い人です。ありがとうございます。あ、ゴルフ。ゴルフできるんですか、大東島。ありがとうございました。急に帰っていきました。いいな、自由な感じで。大丈夫かな。ありがとうございました。ありがとうございます。いやなんか狭い範囲やけどなんかすげえなんか賑やかしさがある。いやー結構夜中っすけどカラオケで歌ってる人の声が響き渡ってますね。いいっすね。これもめちゃくちゃ聞こえてるやん。
もうこれが日常なんですね。いやしかし本当に今日だけでもめっちゃドラマあったな。まさかね、1軒目の行った提灯の大将がまさか飲んでるとは思いませんよね。面白いですね。まあちょっと満月なんと雲がちょっと多くなってるのもあって星は見えなかったんですけど、まあでもね、お伝えしておきたいことは、もうこの大東島はめちゃくちゃ星綺麗です。で、夕日のね見たところ、あそこで見るとめっちゃ綺麗らしいんで、ぜひねここに来られた際は星見ていただければなと思います。それでは明日に備えて今日はねゆっくり休みたいと思います。はい、おはようございます。今朝8時半ぐらいですかね。7時45分ぐらいに起きて、シャワー浴びて、軽く準備して、今からこの朝食券でねスーパー南に朝食買いに行きたいと思います。今日はちょっと雲多いですね。雲が多いですが、でも太陽の光が差し込んできてますからどうなるかですね。でもちょっと雲多いな。雨とかはねないはずなんですけど、雲がちょっと多めなんで、でも景色は綺麗に、映ってるんでよろしいんじゃないでしょうか。すいませんね、朝のテンションの低さにはね定評があるんで、まだちょっとテンションが上がりきらないです。いやー、しかしまだ丸1日も経ってないですけど充実してんな。本当にもう思い出も盛りだくさんですわ。そんなこと言ってる間に南ストア、スーパー南、何回間違いにここ行きたいと思います。開いてるのか、開いてる感じがしないけど、まさか8時までとかじゃ大丈夫や。ホットドリンク、ここになんか照り焼きサンドが全部300円、おにぎりが150円。軍手買っとこうかな。やっぱりなんとなくやりすぎなぐらい万全にしとう方がええかなみたいなね。カメラ持ってるんで肉とか乗ってるし充実してますね。はい、朝ごはん買ってきました。ドリンク2つと、前ね多良間島でミキっていうやつを飲んだんですけど、今回はそのミキと同じ並びでこの黒糖玄米っていう飲み物買いました。それとおにぎり2つ買いました。ポーク卵はねもう売り切れてましたね。みんな朝早いですね。それにしてもね、なんか普通にカードも使えたしめっちゃいいっすね。結構ビビってたんですけどね、飲食店はカード使えるとこなかったですけど、スーパーとかは使えますね。素晴らしい。だから最悪現金なくて路頭に迷うみたいなことはないですね。居酒屋とかには行けなくなるかもしれないですけど、スーパーとかで食材は買えるんで、カードさえ持っとけば一応生き延びれる島ということですね。素晴らしい。はい、それではね朝の一杯いただきたいと思います。今回はよく振りますよ。多良間島ではね振り忘れたんでもう学習してますからね。いただきます。後味がすごい。黒糖、元気出るな。うまい。黒糖の米って何やねんって話ですけど、黒糖の米を飲んでる感じ、そのまんまっすよ。うまいなこれ。なんでこれ出さへんのやろ温度でも。でもこうやって島で飲むからうまいか。掃除してるんでちょっと再生ちゃんとこれ入ってるのかな。これワイヤレス使った方がいいのか。これでだいぶマシになったんじゃないですか。聞こえますか。これでちょっといただきたいと思います。味噌のおにぎりね、いただきます。ちょっと食べる方向間違えたな。こっちに味噌があった。いただきます。こういう島で食べるおにぎりが何がいいかって、僕らがね最近おにぎり食べるって言ったらやっぱコンビニじゃないですか。でコンビニのおにぎりも美味しいですよ。美味しいですけどやっぱいろいろね保存料だったりとかいろいろ使われてて、どうしても自然な味ではないですよ。うまいけどね。でもねこのやっぱ島のおにぎりっていうのはやっぱ手作りだと思うんですよこれ。なのであったかい味がする、人の温かさを感じるねおにぎり食べれるっていうのが島のいいところですね。最高。はい、これスパーク南大東ってこれ体育館かな、なんかそういった施設もありますね。でここに博物館があるんですけど今休業中、臨時休業です。悔しい、行きたかったのに。それではね、次は先日飲んだコルコルを作ってるグレイスラム本社工場に行きたいと思います。
これグレイスラムというね、昨日飲みましたコルコルっていうラムを作ってる会社です。なんとこの会社がですね、南大東空港、空港にあるのかなと思ったら、これ旧南大東空港ということで、そこのターミナルを使って会社やってるということでね、生かされてるんですね。必死に探してましたけど、結局ここにありました。ラム酒の製造工程ということでね、作り方も世界で10カ所ぐらいしかないと言われている製法で、かなり貴重ですよ、ね、サトウキビからいろいろやって最終的に出来上がると。ちょっと中見てみましょう。いろんな種類があるんや。ケーキもあるんですね。試飲もできますね。どれが一番売れてるんですか？赤い方が売れてるんですか？緑はもうその原料がかけられるんで、数が少ないってことですか？製造数が。でこっちの方が貴重といえば貴重。年にサトウキビの収穫期間しか作れない。そうなんですね。これ目の前にあるのがシュガートレインの跡ですね。これで鉄道でサトウキビを運んでた、その跡ですね。今はそんなことしなくても運べるんでなくなったということですね。進化してるんですね。この島も僕たちも進化していかないといけない。それでは次は展望台を見に行きたいと思います。展望台ですね。日の丸山展望台やってまいりました。いろいろスポット書いてるんですね。もう塩屋プール昨日行ったところですね。ボイラー小屋も行った。ゴジラ岩あるんですか？秋田にあったゴジラ岩がここにもありますね。これ覚えておくと良さそうですね。展望台って言っても結構すぐに上がれますね。これはもうちょっとご年配の方でも大丈夫ですね。ちょうどいいですね、これぐらいが。でも結構いい感じやぞ。これ上まで上がるとなかなか良さそう。いい感じじゃないですか。こんなちょっと上がるだけでも違いますね。めっちゃ声響くし、すごい。見渡す限りサトウキビですね。サトウキビって偉大っすね。どの島に行ってもある。ちょうど晴れてきた。最高ですね。こう光の流れ見えますでしょうか。だんだん明るく照らされていってる。比較ができますね。晴れた場合と曇った場合の景色。よし、海軍坊プール近づいてまいりました。ちょうど晴れてきましたね、このタイミングで。さすが晴れ男。心肺蘇生法とは書いてるけど大丈夫か。すぐにした方がいいですね。めっちゃ急やん。おいこれは与那国とかでこういうとこあったな。このまま突っ込んでまうやん。ブレーキ効かへんなったら。激しい。これ入れるんかこれ。これが海軍坊プールだ。すごいな。いや、今の時間がねちょっとこう波が入ってきてて荒々しい感じになってますけど、もうちょっと潮が引いたらここのちょうどこの部分が綺麗にプールみたいになってるということですね。でここで泳ぐことができるね。ちょっとね泳いでみたいと思うんですけどね。うわすげえ。昨日はこんなに荒れてなかったみたいです。これはちょっと次の機会に穏やかな時も見たいな。やっぱ透明度はすごいですね。ちょっとゴミが打ち上げられてますけど、やっぱりキラキラとエメラルドグリーンな色がね見えてるのはすごいです。いや、これも唯一無二じゃないですか。どこの島でこんなところがあるねんって感じっすね。すごいな、人間は。これも人工的にねここにプールを作ったんですよ。天然のプールを人間が作り上げたと。人間は恐ろしいっすね、本当に。そんな発想誰が思いつくんですか。これならでもねメンテナンス費とかもかからないですね。1回削ってしまえば。いや、しかしすごいな。ちょっとね入って
ってそんな綺麗かどうかもわからないのに濡れるの嫌なんで、ちょっと GoPro だけね沈めてみたいと思います。滑りそうやな。でかいときた。結局濡れるやん。めっちゃいるな。海軍坊のすぐ近くに展望台もありました。こう上からね眺められますね、海軍坊が。だんだんなんか潮が引いてきて、ちょっと美しい姿が見えてきたような気もしますね。プールっぽい感じになってきた。貯水池ですね。今もうほとんどね水がないですけども、おそらくここまでの量はもう人工的に必要がないっていうことなんですかね。住み始めた当時は結構その水って苦労してなかったらしいんですけど、やっぱ人口が増えてきてだんだんやっぱこう水が必要になるということでこう貯めないといけなくなって、一時期は7000人ぐらいまで人口が増えたらしいんですけど、今は1300ぐらいかな、1600、1000何人なんで、ここはもう使わなくなったんじゃないかなみたいな。さあバリバリは入っていきます。バリバリ岩っていうのはね、島が年間7センチだったかな、北にこうずっと移動してて、その移動が原因で岩がバリバリ裂けたみたいな、勝手にできたやつですね。南大東島に行ってバリバリ岩行かないとはどういうことやっていう、もう絶対行かないといけないポイントですね。バリバリ岩行きたいと思います。真っ二つに切り裂かれた巨大な岩山ということで、南大東島はフィリピン海プレートに乗って1年間に7センチ、あれ消されてるのは北方向じゃないんか、方向に7センチはっきりしなくなったんかもしれないですね。もしかしたら最近はちょっと西に動いたりしてるんかもしれないですね。その証拠となるのがバリバリ岩で、岩の間の下から村木ビローがそびえ立つ秘境探検の地であるということで、これね3時とか明るい時に行ってもちょうど太陽の日が真上にある時じゃないとめちゃくちゃ真っ暗らしいんですよ。でちょうど10時半から12時ぐらいの間ぐらいにその太陽がちょうど上に来るタイミングらしくて、その時に行くのがおすすめと。たまにねなんかレビューとかに日没に行きましたみたいなことを言ってる人がいますけど、もうそんなんここで命を落とすことになりかねないんでね、それやめてください。明るい時に行きましょう。だから結構今撮ってるから、いや明るいやんみたいな、全然3時とか行っても大丈夫じゃないと思うかもしれないですけど、本当やめてください。であと足元がねめちゃくちゃ滑りやすいっていう風に聞いてます。ここはまだ大丈夫だと思うんですけど、奥に行くとめっちゃ滑りやすいらしくて、靴は履いていった方がいいですね。もうすごいですね。もうこんなこと言ってる間になかなか幻想的な地形が、これはすごいわ。いやーすごいですね。これはもともと一つの岩だったということですね。それがだんだんこう裂けていってると。で今もなおおそらく裂け目が広がってるんじゃないかなと。いやすごい。で僕はね、もし万が一こけた時に怪我しないように手袋してます。それぐらい対策しとかないね。それが大人の旅ですからね。もう40超えるとね、一発こけると骨折なんでね、絶対こけないようにしないといけないですよ。うわーすごいな。もうそのまんまやな。ちょうど昨日だったかな、一昨日だったか、沖縄にテーマパークが、できるみたいな話は話題になってましたけど、そのテーマパークもいいですけど、こういう大自然そのままのねものの方がやっぱ凄まじいパワーを感じますね。すごい、まだ続いてる。結構奥深くまであるんよ。あ、こっから暗くなる。おお、洞窟みたいなんが、洞窟があります。ここからはちょっとカメラの性能も求められるな。うわすごっ。うわこれはめっちゃ奥深くまで。
これが本当に多分真っ暗になるんでしょうね。たまたま今ここ光させてますけど、普通は光がないからめっちゃ真っ暗になるんでしょう。うわ、すげえ。ちゃんとこう階段みたいになってるやん。この階段みたいなのは人間がやったのかな。すげえ、これはすごいわ。おお、上ももうこの岩落ちてくるんじゃないみたいな。いきなり事件ですよ。これはすごいわ。この岩マジでやばいな。落ちてくるで。だんだんね、こう感覚が広がってるとのことなんで、もっと広がっていったらそのうちズズズズって落ちてきますね。まあ逆に言うとそうなるともうここはもう見えなくなるんで、やっぱりこうね、旅っていうのは行けるうち、行きたいと思ううちに行っとかないとやっぱり行けなくなったりするんですよ。海外旅行でもね、例えばどこどこの国行きたいと思ってたら急にそこがなんか戦争始まったりとかしてね、行けなくなったりとか、やっぱりこうね、何でも思いついた時にすぐ行動する、そんなことも教えてくれるんですね、このバリバリ岩は。まさに旅は自己投資ですね。素晴らしい。おお、これはすごいな、本当に。これが作り出したものじゃない、ね、自然の力でこう避けて、ね、まさにバリバリですね。現役バリバリでまだ避けていってるっていう意味でしょうね、多分。いや絶対違うけどな。バリ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 ってこう避けたりする音を誰かが聞いたんですかね。すげえこれ。うわ、こっからはもう真っ暗や。全然見えん。光がこんなに差しててもこんな真っ暗なんや。あ、やばい、これ全然見えん。ちょっと低照度モードに切り替えます。はい、低照度モードに切り替えました。これは真っ暗やな。全然見えん、前が。むしろこのカメラの画面を見ながら進んでいる感じです。え、これもうどこに進むん？え、そっち？そっち道あるんすか？一応ありますけど、あ、でも危ないです、左側。やばっ。おお、穴開いてる。空気が来るんで繋がっていますね、外から。外からさすがにここ入れんですね。ちょっとスモールライトが必要ですね。上もすごいっすね。これヘルメットも必要だったな。こういう穴が結構危険です。あ、風がすごい来る。え、そこなんかな、行くとこ。え、そこから行けってこと？風がすごい来るな。こっちだ。えこっちだ。マジっすか？おおおお、ありましたよ。ちょっと待って、全然見えへんね。上照らします。お、こんな。ピラミッドの中にいるんです。お、すげえ。何これ。やば。これはガイドいるな。一人だと一人きついっすね、これ。ライトがしかも昨日借りたライト、ここでいるやちょっと僕もスマホのライトを照らします。これ切ったら何も見えない。何も見えないですね。これ一人で行ったりしたら怖いな。あ、すごい、これ見てください。照明が。これはすごい。じゃあちょっと上がっていきますか。すごいな、これ。これは確かに
B さんとかきつくないですか？まあでも思ったより今んとこ、うわーびっくりした。何これ何これ、カニが死んでるんかびっくりした。おお、カニがめっちゃ死んでる怖い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 、これねえ。これでも奥ないわ。いけるんこれ。行き止まりやな。あとは上に抜けるしかない。これ繋がってる？いや繋がってないですね。終わりっすね。これは危ないなこれはライトもいるな。ねえ、頭につけるライトとか。あ、ヘッドライトあったら。ヘッドライトとスモールライトはいりますね。いや、さすがにここ降りたら海に行くって話？いやこれさ、だって60以上のおじいちゃんも行くって言ったから、これはさすがに無理でしょ。これで終わりなんかな。なんか海の方まで降りるみたいなこと言ったけど、その表現がここのことやったんかな。これもすごい。何これ。だからもともとこれも根付いてたやつが避けてこうむき出しになってきてるんでしょうね。こんなこの島で一番有名な観光スポットやのに誰もいない。普通の有名観光地の有名観光スポットやったらここね、誰か旗持った先導員がいて大行列でどうなんですか。それはそれでいいですけど、この静寂を感じられることこそ大人の穴場旅行でしょう。すごい。ここももともと木が生えてたのが裂けてしまったってことですね。これいやー素晴らしかったです。国指定天然記念物おひるぎ群落ということで、奄美大島とかでもねおひるぎメヒルギって見ましたけども、そのおひるぎ群落がここにもあるということですね。約8000年前の地層からおひるぎの花粉が検出され、2000年前ぐらいが急増し、1000年前には読めないな極草林になっております。このことから約2000年前に大池でおひるぎが育つ環境ができたと推測できますと。天然記念物指定、見に行きましょう。危ねえ。やっぱヘルメットいるなここもなかなかやな。なかなかの険しさ。マングローブですね。なんか険しすぎて逆にちょっと見えないぐらいになってるな。ほんと自然のままって感じなんでしょうね。どれがメヒルギやおひるぎでしょうね。この辺全部
硫黄の匂いがする。もしかしたらここに温泉があるかもしれない。え、硫黄だ、完全に。まさか南大東島で温泉事業が僕らが今発見しましたからね。第一発見者ですよ。もうここ映像に残しておきますんでね。はい、それではね、今11時56分ですね。また集落の方に戻ってきまして、今からですねランチ行きたいと思います。昨日ねランチ逃しましたんで、今日こそはと行きたいと思います。狙いはですね大東そばですね。大東寿司があんだけ美味しかったから、大東そばも相当美味しいんじゃないかなみたいなね、ちょっと期待をしてるんですが、どうでしょうか。もう1日ぐらいいただけなのに慣れた景色やなって感じですね。お、もう並んでるんじゃない、大東そば。10時半からなんや。バイト募集やったこれ。そば屋11時から。あ、素晴らしい。メニューがこんな感じですね。大東そばジューシーセット。あ、大東寿司セットもあるじゃないですか。あ、ジューシーもええけどな、やっぱ寿司食べたいな。いろんなとこの大東寿司食べてみたい。大東そばと大東寿司セット。これで。はい。もうそれにしようと思います。はい。はい。わかりました。はい。お、すごい泡波もあるじゃないですか。で、昨日僕はスナックで飲んでたのを見られてたみたいです。藤井フミヤ来てるじゃないですか。来てるじゃないですか、旅サラダで。去年ですね。去年来てますね。僕のなんかこうサングラスだけで藤井フミヤに似てるって言った人がいましたけど、全く似てないですからね。勘違いしないでくださいよ。結構最近来てるな。2023年に来てるの。これ誰やろう。これが見れるはずやったのにな、昨日は。素晴らしい。ありがとうございます。おお、どうぞ。ありがとうございます。これは何になるんですか。これはサワラのお刺身を、甘くつけて、結構甘めの。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、すみません。あと大東そばってなんか何が特徴なんですか。結構麺が特徴で。あ、確かにちょっと太いですね。太いですね。うどんみたいな。お出汁がすごい手間かかって。めっちゃ美味しい。お茶漬けしても。お茶漬けしても美味しい。私は米にかける。あ、本当ですか。そんなに。手作りやで。これなんですかって。これコーヒーゼリー。コーヒーゼリー、手作りのコーヒーゼリー。ありがとうございます。ボリュームがある麺。はい、楽しみです。ありがとうございます。いただきます。楽しみ。麺がねすごいですね。なんかうどんのような太さですけど、うどんではない。ボリュームがあって食べ応えあって、スープがねすげえなんか優しくて濃厚。スープちょっと飲んでみよう。めっちゃ熱いけど。熱くてうまい。ご飯にこのスープをかけて食べるみたいな感じで言ってたけど、確かにそれが味がしっかりしてる。ご飯の進むスープ、うまっ。大東寿司、昨日も相当美味しかったですけどね。ちょっといただきますよ。大東寿司うまっ。やっぱ昨日とまだ違うな。昨日は昨日で美味しかったですけど、こっちは結構昨日のところに比べるとちょっと酢の感触が強い。それがまたうまい。大東寿司うまいな。大東寿司毎日食べれるわこれ。ランチにぴったりやな。で夜はね、ここ居酒屋もやってるらしいんですよ。大東漬け丼っていうのもあるから、それもちょっと食べてみたいな。大丈夫辛いかな。ちょっと辛い。でもうまい。いい刺激っすね。うまっ。うまっ。コーヒーみたいわ。コーヒーゼリーうまっ。
ちょっと時間があったんでね、もう一回この海軍坊プールに来てみました。さっきよりはね潮がやっぱ引いて、このプールの中が穏やかになってますね。おお、めっちゃ綺麗になってきた。おお、素晴らしい。いや、まさにいい感じのね、ちょっとプールっぽい感じになってきた。あとは日差しが入ってくれれば綺麗になりそう。カニが干からびている。これはすごい。この海軍坊プールはね、もちろん入ったら気持ちいいんでしょうけど、眺めてるだけでもめちゃくちゃ気持ちがいいですよ。だから今日ね泳ごうと思ってたんですけど、なんかこう撮影してるともうそれだけで満足しちゃいましたね。この後ねフライトもあるので、濡れるよりはそのまま景色を楽しもうと判断しました。お、万座網っていうとこ来た。いきなり急に教習所みたいなところが現れました。これは大型特殊免許だけを取る教習所ですね。万座網はあるんですか、ここに。この教習所通るんですか。教習所を通って右側から見えるような感じですね。ここが万座網らしいですけど、また沖縄の万座網とは全然違いますね。まあでもすごい景色です。すすきが美しいですね。素晴らしい。そしてその手前がなぜか教習所になってるという、すげえなこのレアな景色。信号まである。はい、それではなんとか時間内に見ることができました。いや、これ1泊2日でもめっちゃくちゃ充実してるね。僕はまた明日戻ってきますけど、明後日来た時はさらにね、なんか深掘りしたりとか、もう一回海軍坊プール行ったりとかして泳げたりとかね、できたらと思うんですけど、いや最高っすね。いや全然最初下調べしてなかったから取れ高あるんかいなぐらいに思ってたけど、めちゃくちゃありますね。めっちゃ魅力的な島でした。いやまだ終わってないけど、まあ一旦北大東の方に向かいます。空港に向かいます。さあ空港到着しました。この空港の中にも大東寿司が売ってるらしくて、そこも美味しいらしいですね。あ、ここもカフェみたいなのがあるんや。観光プラザということで。あ、午前中で頑張りだったんですか。ああ、そうなんですか。明日昼の便でまた戻ってくるんですけど、取り置きできるんですか。あ、じゃあ一つ置いといてもらっていいですか。はい、午後のなんてこったと思ったら取り置きできるそうです。はい、お願いします。ありがとうございます。わかりました。なんかメッセージカードもいただきましたね。展望デッキもあるじゃないですか。なんかすごい。めっちゃ洒落た感じですね。メッセージカードこんな感じで書いてくださってました。ありがたいですね。まだ来るんですけどね、明日。来たー。こうやってね、ゆっくり飛行機が到着するのをね眺める時間もこの島旅の魅力ですよね。なかなかこんな時間取れないですからね。はい、ありがとうございます。ありがとう南大東島。また来るけどな、明日。一旦日本最短の路線。
はい、こちら南大東空港と北大東空港の距離はね約13キロで、飛行機で運航する路線としては日本で一番短い路線ということなんですね。気象条件が良ければ経路を自由に飛行し、離陸してから着陸するまでなんとおよそ7分で島の間を移動することができると言われています。この日本一短いフライトに乗るためだけにこの飛行機を予約する飛行機ファンもいるらしいですよ。早っ。もうちょっとだけ長く乗りたいなと思わせるぐらい早いですね。テーブルを元の位置に戻してくださいって言うけど、テーブル出す暇なかったですけどね。本当にあっという間に北大東島に到着いたしました。北大東島の旅の様子は別動画で公開いたします。こちらも本当に最高な旅になりました。ぜひこちらも見てくださいね。どっちも行くのがいいですよね。お、また新しいやつがついてた。はい、今日はこの車で移動します。やべえ、僕寿司を注文してたの忘れた。取りに行かないといけない。やべやべ、絶対忘れるって思いながらほんまに忘れよった、ね、車出発する前に気がついてよかった。あ、すいません。あ、予約してて忘れました。盛岡って。もういや、それということで、はい。いい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。あ、よかった。すいません。うっかりするとこでした。大丈夫、大丈夫。はい。はい、わかりました。予約したのに取りに来ない人たまにいるんですよ。たまにあります。はい。危ない。いや、僕はいや完全にすいません。レンタカー借りて出発する前に何か忘れてる気がするなと。ありがとうございました。危ねえ。よかった、大東寿司楽しみにしてたのにすっかり忘れるとこでした。いやー、危なかった。島中に悪人として広まるところでしたね。泳げるかなと思ってもう一回来てみましたが、さっきまで天気良かった。また天気悪くなってきた。これが島の天気ですね。でも相変わらず何回来ても美しいですね。ちょっとここでせっかくなんで大東寿司ね、取り寄せたやつ食べようと思います。はい、これが取り置きしてもらってた大東寿司ですね。サワラですかね。これサワラだけで8貫になっております。小ぶりでおやつ代わりに食べれますね。うまそう。いやー、この景色でね、この波を眺めながら寿司食べれるの最高ですね。おやつです、おやつ。いや、それにしてもね、本当に大東寿司が南大東島も北大東島でも食べたけど全部違っててうまいっすよね。で、本当に僕のチャンネル見てくださってる方ってね、グルメな方多いと思うんで、グルメが好きだったらこの大東寿司を食べるためだけにこの島に来てもいい。それぐらい味わう価値がある。いや、控えめに言っていろいろ旅行して回らない寿司とかも食べに行きましたけども、中途半端な回らない寿司屋さんよりこの大東寿司の方がうまいし安い。やっぱ本場で食べるのがうまい。那覇とかでも食べれるらしいんですけど、やっぱ本場がうまいと思います。いただきます。最初に63で食べた大東寿司に近い。結構わさびが効いてて、マジでこれ毎日食べれるわ。おいしいって叫んでも僕しかいません。大丈夫です。すごいですね。こんな絶景な場所がいっぱいあって自分しかいないってすごくないですか。贅沢すぎるわ。こんなん僕毎日行きますわ。こんなとこもしここに住んだらね、毎日行きます。でも実際住み出すとこれが当たり前になって行かなくなるんですかね。なんかそういうことってあるじゃないですか。最初はすごいこれがいいんだみたいな感じで思ってたのがだんだんね当たり前になって、当たり前のこういうね生活が良かったはずやのにそれを忘れる。そんなことも教えてくれるんですね、南大東島の旅は。ちょっと旅や自己投資多すぎへんか。いや、ほんとそんな島ですね。
はい、ちょっとね天気が微妙な感じになってきたんで、ちょっと室内的なね見どころを行きたいと思います。でちょっとねここの島の歴史だったりとかそういったものを書いてるセンターに行きたいと思います。ここが東大東村の、観光協会になりますね。ふるさと文化センターというところになります。5時までなんで今まだ空いてるはず。観光協会ってなってますね。200円で行きます。島民の方は無料と。じゃあちょっといろいろ見ていきましょうか。なんかいろいろあるみたいですね。これ相撲かな。相撲ですね。南大東島の相撲。相撲は島って盛んですよね。ねぶたみたいな感じですね。これ何？タコかな。八丈島のものがありますね。八丈高倉っていう、やっぱ八丈島の文化が、息づいている。八丈島はまた行きたいですね。草履とか。これが湯たんぽやったんよ。でも湯たんぽっていう考え方は昔からあったんですね。アイロンもね、なんかすごい危なそうですけどね。全体が熱くなりそうな感じ。弁当箱かなこれ。でかいそろばん。島は元気で100歳。ね、まあ日本全体も島といえば島ですからね。元気で100歳まで行きましょう。不発弾。怖っ。でかいっすね、弾。いろんな道具があるんですね。このいう道具はね、今もそんなに進化してるっていう感じではないような気がするんですけど、細かいところは多分めちゃくちゃ進化してるんでしょうね。牛を使ってこう耕してたんですね。牛見てないですね。南大東島も北大東島も牛を見てないですよね。北大東島もなんか昔は闘牛が盛んだったって聞いたんですけど、牛はいなかったっすね。見落としただけかもしれないですけど、ここに生き物の大ガニ、オカガニ、すごい。コウモリ、すごいですね。こう考えると今はすごい進化してますよね、スマホで。こうやって僕も映像をね、皆さんにお届けできるのも進化ですね。これは星野道で明日見に行きたいと思いますね。祭りとか。海水を淡水化する技術とかね。飛行機も全然違いますね。さっきのお寿司の人だ。そうです。YouTuber です。15の春って書いてるな。これ北大東島の文化センターみたいなところで書いてましたね。15歳になったら島の人ってもう外に出ないといけないから、一時的にこう人口が減るんですね。いいっすね、こういうの。どうだ参ったか。太平洋一体型くり抜きプールね。いいっすよね。これはでもあれやな、海軍防プールの方じゃないですね、多分。ここが年表になってる。1630年にはこの頃の王政地図には南北大東島がアムステルダムとして記載されてるんや。アムステルダムってオランダか。ペリーも発見してるんですね。取り合いみたいになって結局日本政府が沖縄県管轄であると言ったんですね。でもそこでは人は住んでなくて、ここで住み出したと。1900年。なんでここだけ帯が引かれてるんやろ。これも八丈島の文化。星野道明日楽しみやな。めっちゃすごい絶景じゃないですか。こんな地底湖もあるんや。ゴジラ岩。どこにあるんゴジラ岩。秋田で見ましたけどね、ゴジラ岩。これもちょっと見てないな、まだ。見てないところがまだあるな。塩屋プールね。大東コウモリね。昨日も見たはずなんですよね、これ。可愛い感じですよね、コウモリ。大東院っていう犬もいるんや。何これ、値段が書いてる。売られてんのこれ。これがシュガートレイン。砂糖の島と言われるように南大東島の基幹産業はサトウキビです。無人島だったこの島を1900年八丈島の玉置半左衛門などによって開拓され、島の産業発展と根付いたのがサトウキビですと。当初はサトウキビを運ぶため水路などを利用していましたが、さらなる島の発展向上を求め考案されたサトウキビ運搬用列車シュガートレイン、島中を力強く走ったと。その後もありましたね。こんな感じでね、サトウキビを列車で運んでたと
でも昭和58年の収穫期を最後にサトウキビ運搬はトラック輸送へと変わり鉄道廃止と。その後ほとんどの車体やレールは撤去されてしまいましたが、わずかに残る鉄道の痕跡をこの島に誇る歴史とたたえ、当時活躍したシュガートレインの貴重な映像をご覧いただけますということですね。もうボロボロっすね。でも活躍してたんですね、このシュガートレインが。でここにサトウキビを乗せて運んでたと。感慨深いですね。人間とはすごいもんです。120年ですからね。まだ僕たちのね、本当上の世代の方、上の上ぐらい、おじいちゃんおばあちゃんぐらいの方から住み始めたみたいな感じですね。そしてこんなね立派な建物がいっぱい立ち並ぶ島になってると。すごくないですか？なんかね、何千年とか言われるとなんかあんまりイメージができないですし、なんとなく当たり前にしてるけど、こう120年でこんな施設とか道路とかね、車とかできたって考えたらすごくないですか？僕たちがそしたら100年生きる間にももっと大きなことを成し遂げられるんじゃないでしょうか。そう思いませんか？そんなことをね教えてくれるんですね、この南大東島は。学びが多すぎやな。旅は自己投資すぎやすぎっすね。ちょっと噛んだけどな。ポール・ダブル・キャラウェイ抽象の像、第3代琉球列島報道弁務官。ちょっとこれも歴史がわからない。土地所有権認定記念碑。全然読めん、漢字だらけや。あ、じゃあ縦に読んでた。横やった。めっちゃこう読んでた。読めへんよ。会見に秋年のがみたいな。こっちじゃん。所有権がいろいろと変わったと。ね、最初は玉置商会が買い取ってたけど、だんだん玉置商会も経営不振になって違う会社に事業権を売り渡し、いろいろと買われていったと。会社が所有していた島だったんですけど、最終的にはキャラウェイ氏がこの村の基本的重要問題として直訴したところ、米国民政府土地裁判所に審理することになり、所有権の帰属についての話が続けられたみたいな感じですね。で、農地が無償で農民に所有権が認定され、ここの土地は誰のもんなんやっていうのが認められたことになったということで、そのきっかけになったのがこのポール・ダブル・キャラウェイ氏っていうことですね。おそらくですよ。素晴らしいですね。称えられてるんですね。だから私たちの土地はこの方が言ってくれたから、ちゃんとここは私の土地っていう風にできたと。それまではもう誰の土地かもわからんみたいな状態だったということですね。この人はいなかったら今もそうなってたかもしれない。今日も前回と同じ部屋にお世話になります。シーツの色が変わってますね。はい、それでね、今から飲みに行きたいと思います。今日はですね、今回お世話になっているゲットムーンピッツさんのオーナーさん、飲みに行きたいと思います。楽しみですね。ちょっとやっぱ地元のこといろいろ聞きたいなと思います。本当はね、待ち合わせ時間も過ぎてるんですけど、僕が待ち合わせ場所まで行ってる途中にですね、カメラのカードが入ってないことに気がついて、撮影できんやんみたいな感じでちょっと取り戻ったんですよ。やらかしてますね、今回も。ね、絶好調です。やってまいりました。間に合いました。ちょっと10分遅れです。すいません、遅くなりました。ここでも大東寿司。いや、これ食べるためだけに大東島来るのありですよ。何が入ってる？ガーラと稲田と大松とミーバイとサワラ。どれがどれ？お前めっちゃロイヤルなの分かるのか？だからね、だってどれ、これはサワラなの分かるよ。こっちサワラ、これミーバイ、こっち大町、こっちガーラ、こっち稲田。はい。稲田。つもぶり？つむぐりっていう人も。子供用ですね。はい、ポテトとゲットムーンピーチの方と。ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいな。しかも大東寿司。
それとお見せできないちょっと大東寿司もあります。それはもうこっち来てからのお楽しみということで、はい、ちょっとモーリーチャンネルで放送できない。これここのお店だけなんですよ。ああ、そうなんですか。いただきます。ほんまお店ごとに違ってて面白いですね。なんか微妙に違いますよね。そう、微妙に違うし、神社で毎年神宮祭っていうのがあるんですけど、その時に一日中相撲するんですよ。それでみんなお弁当持っていくんですけど、その時に大東寿司から腐ってしまうから、やっぱこのお寿司とか、この祭り寿司っていうのがあって、それもそのお祭りの時にやっぱみんないやー、刺身もうまそうですね。大東寿司も最高ですけど、刺身ももちろん最高ですよ。うん。お食べたいの。なんかスイートルームができるんですか。エアケイさんから聞きました。今下に作ってて、はいはい。こっちはもうなんかお風呂トイレが別で、結構広めの部屋で、家族でも座って入れるので考えてて。これはちょっと動画流せないですけど、まあ、一応撮っときます。食べた感じはなんか全然普通ですけどね。白マグロってやれるぐらい。これ多分薄いからまだそんな冷凍多分してたと思う。生がすごいですね。見立て、大トロみたいな。ああ、これ確かにでも油はすごいうまい。キリン一番搾りですが、コルコルの赤です。うん。あ、でも赤の方がちょっと癖ある。そう。うん。これがなんか一般的な。うん。あ、そうですね。うん。緑はなんか本当ラムって感じじゃないですもんね。ありがとうございます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 。いいっすね。縄切り。ホイル焼き。縄切りのホイル焼き。うん。油美味しい。僕縄切り見たことなかったんですけど、今日北の方で見たのかな、資料館かなんかで結構すごい形の魚なんですね。なんか鋭いね。いや美味しいですね。うん。一応なんか静岡県の方、駿河湾とかに取れる魚。あ、そうなんですか。そう、深海魚なので。はいはい。そう取れはするんですけど、ただみんなこのカマスの一種だから。皮の下にこの骨がたくさんあるので、あんまり食べないんですよ。食べづらいから。だけど、この骨まで食べれるようにこのレトルトにしたら、これからちょっといけるんじゃないかみたいな。じゃあビジネスしてるじゃないですか。また明日は楽しく来て、夜は遊びに飲み屋に。すごい、もう楽しそう。ゴルフ。また本当のゴルフ。ゴルフ場あるんですか。知らんかった。ここのなんか売りみたいなのは。ここのおすすめはお好み焼きだよね。お好み焼きなんですか。そう、あ、大阪なんですか。ああ、だから海苔がいいんや。ヤギ食べたい。ヤギ食べたい。ヤギ刺しあるんですか。あ、ヤギ刺し食べたい。そう、ヤギはね、お祝いの時だけだから。洒落たメニューですね。これは素人じゃない作り方やな。これ多分あれ商工会の人が。ああ、これあかんよ、触った。これはもうちょっと大きくなってる。これは大きくなってくる。カメラやったの。よっしゃ、カメラ。よし。撮影しようか。お、いいね。いいよしっぷりやん。お、いいよいいよ。怖い。いいカメラ。怖い。ヤギ刺し来ました。ヤギの刺身。あ、美味しい。程よい臭みで。美味しい。これ緑。で、砲丸投げして最後、あれも初めて投げた。緑の方がすっきりしてるっすね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったです。はい。気をつけて。はい、ありがとうございます。またこっち来たら来ます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
今ね1軒目飲み終わって2軒目行きたいんですけど、ちょっと緊急でね動画修正ポイントがありまして、今緊急で対応しております。ちょっとネットワークもねそんなにめちゃくちゃ早いわけじゃないんで、ちょっとなんとかなるかわかんないですけど頑張ってみます。早く飲みに行きたい。さあそれではね、仕事まだ完全に終わってないんですけど、ちょっと今動画を書き出しててちょっと時間がね空きますので、今10時13分ですけど2軒目行きたいと思います。もうお腹はね結構いっぱいなんでスナック系行こうかな。じゃあもうね聞こえます、なんか歌声とか。前はジャンジャンとか行ったし、よしみっていうとこ行ってくださいって言われたんですけど、ね、どこやろ。すぐそこかな。ここか。ここ行ってみる？おすすめされたらねやっぱ行かないといけないですね。さあ初めての場所でスナック入るのは緊張しますけど行ってみます。行ってみますか。ここ2軒目。いただきます。スナックいいっすね。いいっすね。いや本当に島のお酒はね濃いめなんでね、うまそう。泥酔しちゃってますね。これぞ島ですね。そして適当な感じで歌う。おっちゃんが西野カナ歌ってます。はい、どんどん紹介してもらったところに行こうと思いまして、次はねウェーブっていうお店がおすすめということで、もうなんか電話かけてくれました。さっきね隣で歌ってた人ももう次こっち行ってると。こんな小さいところでもう循環していってるんですね。でここはね結構リゾートバイトの女の子とか多いみたいな、ここですね。賑わってますね。めっちゃ盛り上がってる。島一番の賑わいを見せる場所ですね。行ってみます。めっちゃ賑やかな店ですね。めちゃくちゃ繁盛してます。島中の人が集まってるんじゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃ繁盛してますね。30人ぐらいは来てますね。今もう11時ぐらいなんですけど、こんな感じでめっちゃ賑わってます。隣で飲んでたおっちゃん。今日はね僕 YouTube 始めて5周年記念です。一人でお祝いしたいと思います。2杯目マンゴーやん。これから5年続けられるよう頑張ります。皆さん応援お願いします。南大東島のウェーブからお届けしました。いやーすごいですね。こんなに盛り上がって、今日ね金曜日の夜なんでということでもあるかもしれないですけど、なんかもう電気消えてるとこまだ歌ってるもんな。すごいな。あなたとか言ってますよ。何の歌かわからない。1日目に行ったねジャンジャンもまだ電気ついてますよ。まだ賑やかに歌ってるわ。さっき言ったよしみもまだ歌ってる。なんて元気なんや。下手したら本土のちょっと潰れそうな地域とかよりは賑わってるんじゃないですか。すごいな。いやーラストナイト楽しみました。今日はこれでお休みしたいと思います。はい、今9時42分です。今日はねちょっと動画アップの日なんで仕事をしてました。ちょっと朝食とかも食べてないですけど、今からね宝気道ですね。これも南大東島に来たら、行っとかないといけないポイントを最後に残してました。天気がいい時は天気のいいところを見てね、宝気道は、天気が悪くても大丈夫っていうことだったんでずっと後回しにしてました。で今日は天気ちょっとね雲多いので、ちょうど本当に洗濯としては良かったなと。はい、宝気道見に行きたいと思います。さあ人によってはここがメインイベントにもなり得るスポットに行きたいと思います。絶景ですよ。
はい、星の塔にやってまいりました。僕ね、なんか多分望気堂に行くとか言ってたんですけど、全然違う名前でした。はい、ここで受付して行きたいと思います。子供たちが遊んでますね。こんにちは。あ、いろいろ仕事掛け持ちしてるんですか。だってこの観光協会が、はい、いろいろプラザと空港にある、こっちとお城とあと文化センターの3つを指定管理を受けてるので、なるほど。それ入れてから。で、中の説明しますね。はい。中1から10まで数字があります。なので10箇所回ってきていただいて戻ってきていただく。わかりました。で、中にこういう看板があります。この数字の隣に看板があるので、説明がする看板です。これは空間ができるまでの説明で、中にはいろいろ説明があるので、いっぱい読んでみてください。わかりました。できてくださいという。はい。また戻ってこられたらお声掛けお願いします。ありがとうございます。お、すごい。声がめっちゃ響いてる。結構長い道や。いや、いいですね。ね、子だくさんの方が多い。素晴らしい。急に静かになりました。結構一人だと怖いなって感じるぐらいの場所ですね。うお、ちょっと滑る。もうなんかちょっと濡れてますね、地面と。おお、すごい。おお、これは。うお、すごい。下の方にも。思ったより規模すごいっすよ。奥の方にもめっちゃあるし。これはすごいな。さあ、どっから行こうか。すごい。照明スイッチ板って自分で照明つけれたりするの？ここから見える鍾乳石 A ソーダストロー。どこのことを言ってんのやろ。多分これがソーダストロー。石柱が多分あれかな。あれかな。で、こっちっすね。これが石とタケノコみたいな。なんて呼ぶかわからん。タケノコのように床から上に伸びる鍾乳洞。伸びてる？床に。あれか。これのことっすね。下から伸びてますね。天井のつらら石などから床に落ちた水滴でできますと。だから下からちょっと作られてるんですね。成長はつらら石の3倍ほどの時間がかかると言われていると。で、上のソーダストローは、天井に開いた穴から落ちる水滴が、筒状に固まったもので中空状になっていますと。薄く脆いため自重で落ちてしまうのもあります。怖いな、落ちてきたら。さっきの石柱ですね。天井から滴り落ちる水分内の石灰分が堆積してつららのように形成されると。なるほどな。そうか、ここはね、石灰岩やからこういうことができるんですね。それでこれを観光スポットにしてしまうっていうのがまたすごい。これ押していいんかな。押したけど何も変わらん。ちょっとこっち側か。もうなかなかっすね。うわ、すげえこれ。ここもすごいっすね。あれ、ここ7番でやってるな。ちょっともうこれ順番間違えてるな。結構広いぞ、思ったより。山口県とかで有名な確か鍾乳洞があったと思うんですけど、それに負けてないんじゃない？すごいなこれ。こっちは3番。つらら石。これもすごい。インパクトすごっ。これは下の方まで。
いやーすごいですねこのつらら石。空気中や土壌の中の二酸化炭素が溶け込んでわずかに酸性になった雨水が石灰石を溶かし、それが洞窟の天井から落ちてきて空気に触れると水がわずかに蒸発し、溶かされていた石灰岩が再び固体になってゆっくりと伸びていくっていうね、本当に自然の力で形成されたんですね。ここに詳しく書いてますけどね、こんな感じでちょっとずつ落ちてちょっとずつこう伸びていくみたいなね。すごいね。これも下から上に上がってきてる感じですね。これですね。石筍っていうんや。これは上で読み仮名書いとってほしかったな。石タケノコかと思って、石筍っていうんですね。これが石筍です。で、これが石柱ですね。違う。これが石筍。で、石柱がこっちかな。なんかこの違いが分かるようで分かりにくいみたいな感じだな。いや本当にね、この中もう電波全くありません。そしてカメラもなんか地味に曇ってくる。いて水が落ちてる。なんで水が痛いの？うわ怖っ。これすごっ。めっちゃトゲトゲみたいになってる。うわ真上見下ろすと見上げるって真上見るとめっちゃ落ちてきそうな。うわすごい罠みたい。いや本当にすごいな。これは来た方がいいな。すごいわ。逆にもっと PR してもいいんじゃないっていうぐらいすごい。うわすごい。ここもうもろにもう触れるぐらいですね。これ触ったらあかんやな。触らないって書いてますね。触ったらダメですよ。触ったらね落ちてくるかもしれないですからね。うわーすっげえ。すごいな。綺麗にライティングされてます。なんか神々しいですね。はい、今度は反対側の方行って結構下りがあります。すごい。こんな奥深くあるんや。うわこれすごい。何これ。カーテンみたいになってる。おーすごいな。自然の力っていうのは。いやこれはね本当にこの鍾乳洞とかも何年かけてなんやろ。これ何万年とかかけてこういう風になってるんでしょうね。で僕たちのね人生はまあ長くても100年ぐらいみたいなねイメージですけど、僕らもやっぱり何かをねコツコツとやっていけばこうやってね一つ形として世の中に残せることはできると、そういうことなんじゃないでしょうかね。皆さんもいろいろやってると思います。僕も YouTube をねコツコツ今日で5年目なんですよね。この動画撮ってる時ちょうど5年積み重ねてまいりましたね。最初はもう動画出しても10再生もされない、そんな日々がね半年以上も続きましたよ。それでもねコツコツ積み上げることでようやく今ね少しずつお声いただいたり再生されるようになってきたり、そしてこれからもまた続けていけばもっと形を作っていけて、もしかしたらね自分が亡くなった時にこの鍾乳洞のように、大きな形、これは僕が YouTube を続けた証だみたいなのができるかもしれない。皆さんもそういうことあるんじゃないですかね。学校の先生でもパンを作ってる人でも漁業やってる人でも土木やってる人でも何かしら自分が継続して続けたことで積み上がってて、こうやって物として残ったりもしますし、人の心に残ったりもしますしね、何かしら人の心の鍾乳洞になってるかもしれないですよ。そんなことも教えてくれるんですね。この星の洞はね、棒気道って間違えてたけどまさに旅は自己投資、素晴らしい。ここは来ないといけない。はい、冷静さを取り戻しましたんで下の方に向かいたいと思います。おーすごいな。ここら辺はなんかちょっとさっきの上のところよりもかなり白さを感じますね。もしかしたらこのつららたちもあと少し伸ばしたいと、そんな思いで日々少しずつ伸ばしてるのかもしれません。そう考えると偉大ですね。まだ下あるんや。
すごい。ここはなんか岩みたいになってるな。ここをこんな観光スポットにしてることもすごいな。人間もすごい、自然もすごいけど。ヘリクタイト、一般的な鍾乳石とは異なり、天井から滴り落ちる水によって生じたのではなく、壁面や鍾乳石の表面にわずかに凝結した水分から石灰分が沈殿を繰り返して生じたものと言われていますと。鉱石みたいな感じですよね。ヘリクタイトですね。ヘリクタイト、またなんかすごいですね。そしてこれが最後やな、10番。最後になります。最後ラスボスみたいなやつがいますね。おお、ラスボスみたいなつららがドーンと待ち構えてます。でも基本的に見えるものは同じなんですね。ちょっとサイズがね大きいですね。これもそのタケノコですね。石筍でしたっけ、石筍かね、松潤みたいな言い方しましたけど、素晴らしい。いや、壮大ですね。まさにラスボス。10番にふさわしいラスト楽しませていただきました。いやー、すげえな。考えさせられました。写真撮りまくりっすわ。これもすごいな。なんかまさにラスボス感あるな。モンスターの肌みたいな感じ。結構ね、購入って言って鍾乳洞と混じってもらった結構ね、こういう鍾乳洞ってなんかその中に入るとめちゃくちゃ寒いみたいな感じあると思うんですけど、特に真夏とかになるともしかしたら結構ひんやりして涼しかったりするんかもしれないですけど、この冬だとそんな変わんないですね。変わらないというか、むしろ暑いぐらいかも。湿気がやっぱすごいんで、だからなんかめちゃくちゃ防寒の格好をしないといけないとかそういうことはないですね。最後の階段がきつい。でも最後もう階段でもうきついんですけど、最後だけちょっととろっとだけ楽をさせてくれるというびっくりした。いやー、これは楽ちんや。外に出たら涼しい。中入ったことあんの？ある。すごいな。なんかね、ちょっと追加情報で聞いたんですけど、めちゃくちゃ湿度高かったんですよ。で、なんか寒くなかったっていう話したと思うんですけど、それはですね、実際の鍾乳洞の状態を再現してると。だから二重扉にしてもう湿度も 100% 保ってるみたいな。だから本来であればあれぐらいムシムシして暑いということなんですね。だから沖縄とかの鍾乳洞とかだと観光客が多いんで、開放しないといけないと。そしたら湿度も変わっちゃって、本来の自然の状態じゃないみたいな。でもここの星野洞はその自然のままをそのままできるだけ再現してると。なるほどな。だから実際あんだけ熱く感じたんや。素晴らしい。はい、それではね、あとは帰る時間までゆっくりしたいと思います。さあ、ちょっと帰るまでね、ちょっと時間が空きました。それぐらいね、本当にささっと観光自体はできちゃうので、あとは本当にね、この島の良さでのんびりと楽しむ。今日はちょっとね、やっぱ風強いんで波も荒々しいですね。でもなんかブルーとかめっちゃ綺麗やし、これを眺めてるだけでも気持ちがいいですね。これはすごいわ。うわーい、これぞ大東島っすね。やっぱり断崖絶壁の島というか、これも見どころですよね。なんか穏やかなね、砂浜のビーチもいいですけど、これはこれで自然のエネルギーを感じていいっすね。やっぱりね、ここの島は急に深くなるのが特徴的なんで、やっぱり色がね、急に濃い青になる。
美しい。さあまだ時間があるのでもう一箇所寄ってみましょう。いやー、もうすぐ帰るんでね、なんか天気がこんな風に曇ってきてますけど、いや終わってみればね、ほとんどいい天気だったと思いますね。非常に運が良かった。まあでもね、やっぱ島の天気って天気がいい時ばかりではないです。朝晴れてたと思ったらいきなり昼急に曇ったり雨降ったりもあるし、逆もそうだしね。だからまあそれひっくるめてね、島を楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、雲一つないからもう今日は夕日完璧に見れると思って行った瞬間に雲が急にめっちゃ現れたりとかね、もうそういうのもザラにあるんで面白いですよね。例えば天気予報で雨予報だからといって諦めてはいけないし、僕も何回も島旅で雨予報で行ったのにめっちゃ晴れてたみたいなことあるし、逆もあるからね、どっちも良さがありますよ。いや、それにしてもね、南大東島、まあ北大東島も合わせてですけど、まあこういうね断崖絶壁だとか、その秘境感がすごいとかね、まあそういったところはクローズアップされがちですけど、僕はね福江島と同じような感じでグルメ良かったっすね。ここでしか味わえないグルメ、特にやっぱ大東寿司半端なく美味しかったですね。ちょっと語彙力なくて申し訳ないですけど、いや本当にね、下手な寿司屋さん行くよりめちゃくちゃ美味しくて安いんで、大東寿司食べに来るだけに来てもいいと思います。まあそれと他にもね、料理美味しかったですね、いろんなお店の。そうやって飲み歩きするためだけに来るっていうのもありだと思うんで、まさに大人の穴場旅行なんじゃないかなと思います。でちょっとこう足運んでみて、こう海見たりとか鍾乳洞見たりとか、別に泳がなくてもいいと思うんですよ。なので秋冬ちょうどいいですよ。めちゃくちゃ寒いところから、まあ、こうやって半袖になれる場所に来てご飯を楽しむみたいな。あとね、やっぱ最短のフライトを楽しんだりとかで、まあ運よく船が来てたらそのゴンドラの模様を見たりとかね。まあもちろん船で来てもいいんですけど、まあ大人の方はね、そんなゲロ船と言われる船に乗りたいみたいな人も多分少ないと思いますし、僕もなんか一生に一度は試してみたい気もするけど、でももういいかなみたいな感じもあるんで、やっぱ飛行機でサクッと行けるっていうのは魅力的ですね。であとやっぱね、南から北に行ったり、北大東から南大東に行く時の最短の飛行機、あれもなかなか見応えあるんで、見応えあるというか面白いんでね、テーブル広げる暇ないやんみたいな、ぜひ試してみてもらいたいと思います。綺麗ですね、やっぱ美しい。いやなんせね、本当にまあ多良間島とかもそうでしたけど、マジで僕しかいないんですよ。多少穴場って言っても超好きな人とか来てそうですけど、出会わないですね、観光客と。たまたまかもしれないですけどね。いや結構そういう場所多いですよ。でもやっぱ有名なね、竹富島とか石垣島とか行くと人だらけなんですよ。この差は何なんやと。そしたらそれだけの魅力が石垣と竹富にあってこっちにないのかっていうとそうじゃないですからね。もちろん竹富とか石垣もそれなりに魅力的な島だと思いますけど、それでね人が多かったりとか、やっぱり値段も高騰してたりとかして、そこに行くんだったら僕はこういった穴場に行ってほしい。だから YouTube の再生が見込めない場所かもしれないけど発信し続けます。これからもぜひ応援お願いします。これは完璧に決まったんじゃないですか。国指定天然記念物大池のおひるぎ群落っていうところにやってまいりました。南大東島おひるぎは潮の満ち引きやね、流れによる影響はあまりないと。世界的には珍しい陸風型のマングローブということですね。ちょっと見てみましょう。でこれはなんかちょっと新しくなってるみたいですね。展望台らしいんですけどね、ちゃんと車椅子の方とかでも登りやすいような設計になってますね。バンっていう鳥がいるんですね。大東のはずくフクロウですね。フクロウの鳴き声はね、夜星を見に行こうとした時に聞こえてましたね。マガモ、大東カイツブリ、ヨシゴイ、大東メジロ、そしてここが頂上になりますね。大東コウモリ、これ見ましたね。あの辺か。あれが
お昼着になるのかな。ちょっとマングローブですね。マングローブがあります。もうちょっとなんか上から見たい感じはしますけどね。まあでも多分ここから見るのが一番いいんじゃないですかね。サトウキビ畑も見えます。こちら側に歩いていくともしかしたら見えるかもしれないですね。ちょっと険しいか全く行けなくはないですけど、なんかすでにもうひっつき虫がついてる。よいしょ。5分でいいか大丈夫。こうマングローブ見えますね、下からも。もうちょっとなんか近くから見たかった気もする。さあちょっとね仕事してまして、今12時50分ですね。ちょっとランチね決めてないですけど、もうほとんど多分行ったことあるところなんで、ランチやってそうなとこ行きたいと思いますが、どこがやってるやろ。これ2階ナスビっていうお店もあったんや。六さんはやってないんかな。ここ大東寿司しか食べてなかったんでね、ランチやってたらと。これじゃあランチはやってないですか？ランチはやってないですか？やってない。どこがやってるんですかね。お昼はこの辺ないね。この辺ないです。あっちは弁当。ブース。あとはこっち。前は巨人やれる。今巨人やってないですか。じゃあ大東そばぐらいですか。だけ。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ大東そばぐらいしかランチやってないっぽい感じ言ってたな。一応でもランチやってるな、ここも。準備中になってる。ランチはお休みしていますよって。です。昨日行ったお店か大東そばか。大東そばでちょっと違うメニュー頼むか。前回売り切れてた漬け丼、今日はありますかね。大東毎日寿司食いたくなるな。1時半はいけるんかな。漬け丼の定食です。うまそう。そしてうどんなんかこれあれか、そばか。大東そばですね、太めの。いやーこれもうまそうですね。食べる前からもう美味しいっていうのは確定です。じゃあいただきます。まさにそこ漬けを極めてるみたいな感じなのかな。やっぱグルメ目的でこう来るのありやわ。大東そば。ご飯食べるためだけにまた来たいな。お客さんも続々入ってくるな。ごちそうさまでした。はい、それではね空港の方を向かいたいと思います。いやー盛りだくさんの旅でしたね。今動画をね今回の旅で撮ったやつをまとめてたんですけど、とんでもないボリュームになりそうやな。なんて充実してたのよ。そんなに大きな島じゃないからサクッと終わると思ったんですけどね、それぐらい魅力ある島だったと思います。この動画をねここまで見てくださってる方々は本当に行きたくなっていることだと思います。間違いありません。来ていただいて最高な島です。いやー小さな島なんでね、本当に空港に行こうと思ったら今日泊まってた中心街になりますよね。今日泊まってた場所からもうほんと10分ぐらいで行けちゃうんで、すごい感覚ですよね。僕らが住んでるとこって空港まで1時間だとか、近くても30分みたいな人が多いと思うんですけど、最寄りの電車に乗るみたいな感覚で空港に迎えるみたいなね。いや素晴らしいですよね。だからギリギリまでね観光も楽しめるっていうのがやっぱこういう小さな島の魅力だなと思います。さああっという間に到着しました。なんとですねこの南大東島で出会って北大東島でも一緒に旅したエアケイさんがちょうど北大東島から今この南大東空港に戻ってきてるそうで、ちょうど僕は那覇まで同じ便で帰ることになります。これも面白いですよね。だから今空港にいるはずです。
大東寿司予約しといてくれって言われて一緒に予約しました。それぐらいね持って帰りたいぐらい大東寿司やっぱうまいんでね。エア K さんからね今空港着きましたって言ったから早っって思って今は空港向かいますって言って僕は今空港着いたら北大東空港ですかって北かよみたいなね南の方着いてしまったみたいな何の連絡やってんみたいな。ほとんど行きましたね。あ、島丸ごと館で行ってないな。どこにそんなんあったんや。あ、ど真ん中にあったんや。これちょっと行かなかったな。あ、閉まってたんか今。あ、行ったな。じゃあ全部行きましたね。今回僕は行きませんでしたが、こういう秘境探検ツアーとかね、ナイトツアーとかもあるみたいですね。これもね次回来た時はやってみたいですね。校内にカフェもありますね。これ何時からやるやろ。もうやってんのかな。これちょっと仕事しようか。ああ、いろいろやられてるんですね。皆さんなんかいろいろ掛け持ちしてるんですね。コーヒー飲もうかな。ここでちょっと仕事します。あと1時間ぐらいあるんでね。T シャツとかも売ってるな。これちょっと恥ずかしいか。しかも L サイズがないな。コーヒー250円安すぎ。空港の Wi-Fi スピードはこんな感じ。めっちゃ速いってわけじゃないですね。いや、ちょっと遅いぐらいですね。 YouTuber には厳しいです。でも普通にネット見る分には問題ないと思います。これ来るぞ。お今から飛行機来るやね今からこれカメラやね。こっち目だの？僕今から飛行機撮るんや。動画撮ってるやん。本当だ。なんでパターン？おーちゃん YouTuber やね。わかる。YouTuber だったんだ。YouTuber ある。やったばっかり？いや5年やってるよ。やばすぎだよ。飛行機見るの好きなの？飛行機好きだよ。回転手伝い。飛行機のお餅いっぱいある。ああいいね。なんか飛行機だ。飛行機来た。ちょっと俺は待ってるけど。いいね、こんな気軽に飛行機見に来れて。見して。オッケー来たよ。来た。ほら来たよ。めっちゃ静かやな。うわー来たー。よっしゃ。おっちゃんもちょっと手続きしてくるわ。の江本側で、はい、赤羽店関西空港までお伝えいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。寿司を持って帰ります。もらいました。もらえんかったぞみたいな。いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとう南大東島。いやーなんかもう旅行中はほとんど晴れでしたけども終わってみれば曇ってくるんですね。でもこの曇ってるのもまだ島らしくていいですね。この飛行機も乗り納めですね。いつもお世話になります。琉球エアコミューターで帰ります。17時だ。
しょう。お元気で。僕は乗り継ぎなんでこっちに行きます。ラウンジで時間潰します。ありがとう沖縄、楽しかった。日本トランスオーシャン航空で帰ります。Wi-Fi もついてます。いや、関空に到着しましたが、もうめっちゃ寒いですね。10度ぐらいですかね。で、今ね、7時33分なんで、なんとまだボテジュが利用できるということで、ボテジュでテイクアウトして帰りたいと思います。はい、それではね、今回の旅の総括として話したいと思ってたんですけども、ちょっとね、ボテジュでテイクアウトを頼んだせいで両手が塞がってしまいまして、その間にね、視聴者さんの方にもお声掛けもいただきまして、いつも見てますのでありがとうございます。いや、本当にね、嬉しいなと思います。関空に行くとなんか声かけられる頻度も増えたような気もします。ありがたいですね。というわけでね、今回の、南大東島、北大東島の旅でしたけども、いや、正直ね、最初すっごいマニアックな島なんかなと思ってたんですよ。クレーンのイメージもあったし、でも正直行ってそれがすごい覆されましたね。別にクレーンを売りにしなくても十分、魅力的な島だなと思いました。いや、本当にその自然の景観だったりとかも、唯一無二のものが楽しめましたし、グルメもめちゃくちゃいいし、やっぱ人のね、優しさなんかも素晴らしかったと思います。かなり自分の中でも上位に入る島というか、もう旅行先ですね。夏も行ってみたいと思いましたし、今回ね、冬場に行きましたけども、冬で全然楽しめました。はい。で、1泊2日でも十分満喫できるんですけど、本当にゆっくりしたい場合はやっぱり2泊3泊としていただいたらと思います。いや、本当にね、お世辞抜きでめちゃくちゃいいところでした。これこそ一生に一度は行っとかなあかん島やなと思いましたよ。ね、というわけで、もう僕の動画ね、何回も見直して、はい、予習していつか行っていただきたいと思います。そして日本最短のフライトなんかもね、試していろいろ初めての体験してきてください。というわけで、ね、いや、本当に良かったです。気をつけて帰ります。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。数ある島には旅しているものの、ここまで秘境感のある魅力を持った島とは本当に驚きました。絶海の孤島とはいえ、今では飛行機を使えばサクッと行ける島で、冬場も最高に楽しめるので、大人の穴場旅行として強くおすすめです。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような離島の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価とコメントをお願いいたします。メンバーシップで応援いただける方を募集しております。非公開動画やこの動画の裏話など限定動画もアップいたします。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。で、対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですね、ペットボトルもですね、こう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですね、パソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。